今ちょっとこう、ブレンダーっていう言葉が出たんでちょっと話を変えて、ちょっといろいろお聞きしたくて、私以前に小清水さんにウイスキーの質問をした時に、今売られてる角と40年前の角この2つを飲み比べると全然味が違うような気がするっていう話をした時に、小清水さんがすごく明確な答えを私にくださったのは、これが今の核としてその間にこうずっと核っていうものが出来上がっていくんだよっていう。で40年前のものと今のものを取り出すと、確かに違うけど、それをずっとブレンドするたびにやっていくと、毎日核を飲んでる人は気づかないままここまでたどり着くっていう話を、それがブレンダーの仕事なんだっていうふうにお聞きしたことがあるんですけど、それはやっぱりこう変化していくっていうのはその時に流行りの味に変えていくのか、核っていうものが基本になる味があって、それを少しずつ今ある原種の中で変化させていかなきゃやっぱり原種が足りなくなっていくっていう部分もあるっていう、ここにはいろんな要因があると思うんですけど、一つ絶対あるのはモルトウイスキーが進化しているってことです。モルトウイスキーが進化をする、ですから麦芽が変化したりとか、水は変わりようがないんですけど、酵母が変わってとか、蒸留技術が上がってとか、あるいは樽もサントリーだと自分で作るわけですから、樽作りの技術が上がるとか、そういうことでモルトウイスキーそのものの品質がこう底上げされていくと。でその底上げされたモルトウイスキーをベースにその時代時代の角瓶が作られるということになりますから、基本的にはその技術の進化に伴ってブレンデッドウイスキーの質も僕は向上していくはずであると。ブレンドは向上していってるっていうふうな形で、一つは、でそれ以外に確かにお客さんの思考の変化とかいうことはあるんですけど、でもそこをね意図的に僕はあんまりこう変えるってことはない。例えば角瓶みたいになんていうんですかね、リニューアルを繰り返したブランドと、それから私たちで言ったらオールドっていうブランドがあって、あれはリニューアルもするけど、リニューアルですね、リファインメントじゃなくて、リニューアルを何度かやって、あるところでちょっと違う味わい、それは確かにその時のこうお客さんのいろんなこう思考も考えた味のチェンジをしながら今日まで至るブランドと、角瓶はそのリニューアルをしないでリファインメントだけを繰り返してずっと繰り返したと、そういう意味では基本のその角瓶に求めたものっていうのはそれほど大きく変化するわけでなく、ただブレンドする素材がブレンウイスキーやモルトウイスキーがこう変化していくことでこう40年経つとこれほどの大きな変化になってるんだなとか、そういうことだと私は思ってるんですよこれ。でそのつなぎ目っていうのは今言っていただいたようにこう気づかないように変えていくんだっていう。ですからこうなんていうんですかね、毎年1回レシピを見直しすると、多い年は2回やったりするわけですけど、その来年のレシピをどうしようって時に同時に5年後とかもうちょっと先のレシピも想像しながら来年のレシピを決めていく。で今からもう10年ぐらい前に一度、核の復刻版っていうのを作られた時がありましたよね。あの時っていうのはじゃあ昔のレシピをもう一度再現させようとして作られたっていうような形で。そうですね。あとは味のイメージ。そうですよね。どんどん最終的な角の味わいはこう僕はある意味では洗練されてきたと思ってるけど、昔はもうちょっとごつい
感じじゃなかったのかなとか思ったらちょっとそっちの方向のブレンドを、トライしてみようかとかそういうことはありますよね。そうなんです。で昔からこう、今はこう、40年50年っていう状況を考えた時に、昔ウイスキー暗黒時代っていうか全然ウイスキーが売れなかった時代、1980年代とかもそうだと思うんですけど、その時っていうのはどんどん古いストックも溜まっていって言ったら山崎の貯蔵庫の中にも20年もの30年ものみたいな状態で溜まってたのに、今こう空前のウイスキーブームが世界中でこう始まって、古いストックがどんどんなくなっていくっていう状態が出て、で新しいものも、今までみたいに12年本当だったら寝かしたいのに、7年ぐらいで出してしまうもので12年間寝かしてるけどそれを18年まで持っていく前にもう12年を出さないと今度は原酒が足りなくなってくるって言った時に、ブレンドっていうものをこう作っていく過程で昔の方がいろんな味を作るこう可能性があったと。今はそんなに選択する余地がなくなっているような気がするんですけど、そうでもないっていうか。いや、そうでもないと僕は思うんですけどね、最近僕はブレンドの実務をやってるわけじゃないと思いますけど、ともかく日本のウイスキーの蒸留所の特徴っていうのはこう一つの蒸留所がいかにこういろんな技術を駆使して原酒の作り分けをするかということにずっと注力してきたと。でその結果としてバリエーションっていうのはどんどん広がっていくと。でそれをさらに樽もかつてに比べたら随分樽のバリエーションっていうのがまた増えてきてる。確かにそうですね。そういう意味では、ね、ブレンダーが使える手持ちのこうブレンディングのアイテムっていうのは、ね、増えてるはずなんですよ。本当は増えているっていう、ただし一方で多分ね過去の原酒の味わいを単純な再現にはなってない部分も多分あるんだろうなと。僕はそれは昔のこう原酒も一本ずっと作り続けるっていうか、それは大事なことだとは思うんですけども、やっぱりある意味では技術の進歩変化っていうのがそれを見えにくくっていうかやりづらくさせてるところは多分あるんだろうなとは思いますけどね。